Designer Hub。前回はウィリアム・モリスと、ラスキンのことをちょっと話しつつヨーロッパの話をして、今回はモリスの生い立ちについて話していきます。はい、生まれたところから話していきたいと思います。生まれが1834年です、はい、これがラスキンと15個離れてるみたいな話をちょっとしたと思うんですけど、ラスキンの後に生まれてきてる人ですね。はい、でウォルサムストーっていうロンドンからちょっと離れた、これは地域の名前、町の名前かなと思うんですけど、電車でね1時間かかんないかなぐらいの場所にあるんですけど、そこで9人兄弟の3番目の子供。9人兄弟そうこの時代ってさ、何人兄弟が普通とか、でも5人とか6人とか普通らしいですよ。多いんだ。じゃあ産みまくるっていう。へえ。あれもあったじゃないですか、イングランドの人口めっちゃ増えたみたいな。はいはいはい、それでか。何倍とかになったみたいな、何年でみたいな。9人ってもう野球できるよね。そうなんですよ。だからそれぐらいちゃんと、その食料もあるし、人手が必要だったよねっていうのはありますよね。で僕もウォルサムスト行ったんですけど、彼の小さい頃住んでたお家が美術館というか、展示場になってて、すご無料だったんですよ。あれずっと無料なのか、僕が行った時だけ無料だったのか分かんないんですけど、なんだウィリアム・モリスの作品とかバーって飾られてて、歴史も学べて、でなんか立派なお庭があるんですよね。お庭とかもう公園ですけど、でそこでみんな子供遊んだりとか、なんかテニスやったりとか、いろいろやっているっていう、かなりその市民にとっての憩いの場としてあって、うわ愛されてんなっていうのをすごい思いましたね。で、彼の両親についてちょっと話していくんですけれども、お父さんは株の取引会社の共同経営者をやっていて、すごいお金持ちなんですよね。でこのお父さんのお父さん、だからウィリアム・モリスのおじいちゃんはもともとウスター州っていう聞いたことあるね。ウスターソースが生まれたとこですけれども、で18世紀の後半から商売をしてたらしいです。これはロンドンからめっちゃ離れてるんですけど、180キロぐらい離れてて、そこでビジネス成功してたっていうのがあって、もともとそのおじいちゃんが手形割引の仲介業ですよねを行う会社にモリスのお父さんを働かせて、でモリスのお父さん多分優秀だったんでしょうね。そこで後々こう共同経営者になって資産を築いたっていう、そんなお父さんだったらしいです。でややこしいんですけど、お父さんの名前もウィリアムなんですよ。ウィリアム・モリスのお父さんがウィリアム・モリスです。ウィリアム・モリスの長男と次男は名前を調べたりしてる？ね、ウィリアムじゃないんですよ。なんだったかな、チャールズだったかな、ちょっとごめんなさい、名前忘れちゃったけど。そうなんかさ、海外でたまにあるけど、そういう時ってさ、なんかウィリアム・モリス・ジュニアみたいな、なんか言われ方する？言われ方しますよね。歴史とかでも同じ名前の人出てくるから、なんか小なんちゃら大なんちゃらとか言って区別したり、そうしますね。流行ってんの、その親と同じ名前つけるみたいな。流行りというか、いや全然、いやめっちゃ僕も、いやだから日本人感覚で意味わかんないじゃないですかこれ。なんかでもたまになんかおじいちゃんとひいひいひいおじいちゃんが同じ名前とかたまになんかあったりするらしい。だってでもヨーロッパだとお父さんと同じ名前なんてもう日常茶飯事というか。そうなんだ。そうだってね、王族とかもそうじゃないですか。王族はね、それこそね、ウィリアムって王様もいるしね、みんなウィリアムだし、みんなフィリップだし、みんなルイだしみたいな感じじゃないですか。これ本当やめてほしいんですけどね。後から歴史を学ぶ身としてはややこしすぎるから本当やめてほしいんですけど、どっちのウィリアムってなっちゃうもんね。そう困っちゃうんですけどちょっと脱線しちゃいましたが、と話を戻すと、このお父さんがその鉱山の株式を持ってたんですよね。ですけどそれがなんか爆上がりして、でその鉱山のこう権利みたいなのを持ってたらしいんですよ。鉱山の売り上げの何パーをもらうみたいな。だからもうすごい大金持ちのお家で育ちます。そうだからモリスのお家が美術館になってるっていうのも、ここに住んでたんだみたいな、でもこれぐらいに住める、資産持ってたんだみたいな感じで回ってたんですけどね。でお母さんはそのエマっていう人で、ここもなんか由緒正しいね、シェルトン家っていう、お家が貴族というか裕福な商売の家系ですね、商売人の家系があったらしいんですけども、ここの人たちは
音楽関係、芸術系、特に音楽関係で活躍する人が多かったらしいです。お母さんも裕福な家の育ち、でこの裕福かける裕福で生まれてきたのが、ウィリアム・モリスっていうわけなんですけれども、彼は小さい頃自然が大好きで、このウォルサムストーの近くにエピングの森っていう森ですよね、森林地帯みたいなのがあるんですけども、一応ねこれ地図持ってきたんですけどめちゃくちゃ広いんですよ、このエピングの森っていうのがなんかイメージしにくいと思うんですけど、これ塗られてるの全部？そう全部森。マジか、でっか。なんだろう、僕も本で読んでてエピングの森ってなんやねんっていう。渋谷ぐらいあるんじゃない？だってそうなんかね、だってこれこれが3キロ。そう書いたのが3キロだからめっちゃでかいんですよ。なんかちょっと曲がってるけど12キロぐらいあるんじゃない？あるよね、一番長いとこ測ったらね、なんだろうな、日本だともうすぐ山じゃないですか、だからこんだけでかい森ってどんな感じって思うんですけど、もうすごい平野が続いてて、うっそうとした森がずっと続いてるみたいな感じで、ここも僕行ってきたんですけど、なんだろうな、トレッキングコースみたいになってます今、で自然もすごい豊富で、なんか見たことない鳥いっぱいいるし、だからバードウォッチングしてる人とか、あとねなんか多分現地の中学校かなんかの人たちが先生同伴で自然をあれじゃないですか、これ授業で自然を見に行こうみたいな、みたいな感じでなんかフィールドワークしてたりとか、めっちゃいいな。でめちゃくちゃでかい本当に、っていうもう一面緑みたいな場所があるんですけど、なんかここがもともとエリザベス女王の狩猟小屋があったりとかね、彼女がその狩猟する時に使ってた小屋があったりとかして、そのイギリスの、イングランド王家に管理されてた森だったらしいんですよ、でここで彼は小さい頃ずっと遊んでたっていう、だから彼のねパターンのお仕事には植物モチーフが、自然モチーフが、多いかなって思うんですけど、こういったところから来てるんだろうなって、影響を受けてるんだろうなっていうふうには思います。でこうさっき言ってたエリザベス女王のこの狩猟小屋にタペストリーがあったらしいんですけど、タペストリーってこう壁に飾る織物、大きい、緑のタペストリーっていうのがあったらしくて、それの出来栄えがとんでもなく良かったらしくて、そういったものにこう感動したっていう記述が残ったり、しています。だから小さい頃からそういう芸術品を見る目みたいなのは、もちろん親の影響もあると思うけど、ちゃんと養われてたんだなっていういいですねふうに思います、でまた一方で、侵入する人、不当に侵入した人をこう処刑するためのなんか晒し台とかあったらしいんですよ、その森に獄舎とか、で小さい男の子からしたらさ、そういうのってめっちゃ怖いじゃん、それをすごい怖がってたらしいんだけど、モリスも、この自然の素晴らしさみたいなものを知るきっかけになったっていうのと同時に、こう社会のこう秩序の厳しさだったりとか、もちろん自然でもね学べると思うんですけどね、弱肉強食的なものいろいろ学べると思うんですけれども、世の中のこう残酷さとか厳しさとか、そういったものっていうのもこれ同時に学んだんじゃないかなっていう、考察されている本とかもあったりしました。いいな。なんせこの森がすごくモリスにとっては特別だったようで、ラスキンも同様に保護活動とかしてたと思うんですけれども、モリスも晩年に自然を守る、建築物を守るみたいな話を展開していくんで、晩年はこの森を守る活動とかもしてたらしい。うわ、こういう森近くにあったらいいよね。そうですよね、本当にてか怖くなりましたけどね、僕は行ってみて余裕で迷子になれる、本当に森なんで。確かに日本だってさ、もうこういう森さ、今現在地ここでどう行きますみたいな書いてあるけど、そういうのもないの？なんかね、ほとんどない。一応こう道らしき道はあるんですけど、別に舗装されてないし、一応Google マップで現在地を確認しながら、こっち行ったらこうだなみたいなので、僕はあんま深入りしなかったんですけど、下手したら全然迷子になれる、遭難できる広さでびっくり。人は結構いるの？人、僕が入ったのは入り口付近だったからってのあると思うんですけど、奥の方は全然いないんじゃないですかね。いいな。もしかしたらなんか吉祥寺とかのさ公園とかも人いっぱいいるからさ、なんか自然っていうのがあんまり感じないなと思って、あんな庭じゃんぐらいの広さです、こっちは。なんか面白かったのが、そのエピングの森の入り口が、こっから入ってエピングの森を楽しんでくださいみたいなのあるじゃないですか、建物がなんていうんですかね、めちゃくちゃ広告っぽいっていうか、お金の匂いがするというか、作られためちゃくちゃなんかピンクみたいな、しかも全然自然の色じゃなくてめちゃくちゃ浮いてたんですけど、
ど、似合わないね。モリスの嫌いそうなデザインすぎるだろこれと思ってそうだよね見てた。遠くからめちゃくちゃ目立つんだけど、超浮いてて、なんかエピングの森も資本主義の波に飲み込まれてしまったのかって思ってそう見てたんですけど、すごい素敵な場所でした。で自然がすごく好きな子供だったわけですけれども、モリスは文学も大好きなんですね。いいね。でウィリアム・モリスって日本に紹介される時に、詩人であり社会主義者でもあるみたいな紹介のされ方を20世紀とか特にされてたらしいんですけれども、詩でも有名なんですよね。だからこの人、むしろなんか生前はデザイナーとしてよりも詩人として有名だったぐらいの感じらしくて、でこの時彼は中世のロマンスですよね、中世の時代を舞台にした小説だったりっていうのにすごく没頭したらしくて、4歳でねウェイバリーっていう有名な歴史小説らしいんですけど、があって、でそれを読み始めてもう9歳になる頃には全巻を読破したっていうエピソードがあるんですけど、全25巻あるすごい超大作らしいんですよね。そんな5年も読み続けるっていうのもなんかすごいしね、好きなんだね。僕読んでないからねこれがどれぐらい読破するのがすごいのかっていうのは分かんないんですけど、ハリー・ポッター読むのとかとは比べ物にならないんだろうなそうだね。ハリー・ポッター全然薄いだろうねこれに比べて。そうっていう感じで、文学大好き自然大好きっていう感じで育ちます、多分ラスキンほどじゃないけど賢かったんでしょうね、で宗教の話もしておきたいんですけれども、ウィリアム・モリスの両親も福音派ですね、聖書に書かれてる内容だったりとか、キリストが言っている内容を尊重しましょうっていう福音派ですよね。それはもうなんか時代だからってことなのかな。時代もあるけど、そもそもイングランドにその英国国教会っていうそのプロテスタントの一派があるんですけれども、それの福音、福音派が多かったのかどうかは分かんないですけど、単純に英国国教会っていうのが多かったし、逆にそれ以外の人たちは差別されたぐらいの感じなんで、特に強いこだわりがない限りはみんな英国国教会なんだと思います。なんか比率とかもねちょっと出てたんですけど、やっぱりプロテスタントが多いですね。でウィリアム・モリスも幼い頃からキリスト教精神っていうのを刷り込まれながら育ちますと、でこのイングランド国教会についてちょっとだけ話しておきたいんですけれども、これプロテスタントの一派なんですよね、で宗教改革っていうのがあったじゃないですか、その宗教改革以前はもうカトリックがすごい主流のキリスト教のもう一番でっかい教会みたいなものも全部カトリックだったわけですよね。でこの人たちがみんなキリスト教を信じてるし、当時のそのキリスト教のローマ教皇だったりとか、教会の持つ権力っていうのはすごく絶大なものだったので、それをいいことに免罪符ってなんかこれ買ったら天国行けますぜみたいな話をしてたじゃないですか、お金儲けですね。そういうのに反対する人たちが出てきて宗教改革が起きたっていう流れなんですけど、これってヨーロッパ大陸側の話なんですよね、宗教改革って基本的に、全体みたいなこと、ヨーロッパだし、その舞台がイングランドじゃないっていう、でイングランドはイングランドで別の形で宗教改革が起きるんですよ、これがめちゃくちゃ雑に言うと、王様の都合なんですよね、カトリックで離婚できないんですけれども、この時16世紀のヘンリー8世っていう王様がいて、この人が妃ですよね、王妃様と、ちょっといろいろ揉めたりとか、子供を産んだけどすぐ死んじゃうとか、男の子が生まれないとか、そもそもそんなに愛してないとかっていうのがあって離婚したいっていうのがあったんですね。ただそのイギリス国王っていうのもキリスト教カトリックの信者なので、離婚できないと。だったら、俺カトリックやめて新しく作るわって言ってイギリス国教会を作った。めっちゃ雑に言うとね、ちょっとその動機が違うんですよ。だからヨーロッパ大陸側の宗教改革と、なるほどね、っていうそのイギリス国教会っていうプロテスタントの一派があって、カトリックとプロテスタントの違いっていろいろあると思うんですけれども、このイギリス国教会っていうのは教義儀式でやることとか、それに対する教会の飾り付けだったりとか、なんかそういった部分においては割とカトリックに近かったらしいんですよ、よく教会行ってさ、豪華なやつがカトリックで、こう質素なやつがプロテスタントだよみたいな見分け方あるじゃないですか、それで言うと一応イギリス国教会もプロテスタントなんだけど、カトリックにパッと見近いっていう、なんかステンドグラスがあるぐらいみたいな感じなのかな。そうだからステンドグラスもあるし、みたいなやつですよね。軽井沢の教会の結婚式場とかってさ、そんなカトリックじゃないじゃないですか、もっとこう木の作りで、なんかすごい落ち着いてて天井もそんな高くなくてみたいな、
あれはプロテスタント的な多分作りだと思うんですけれども、っていうよりかは割とイギリス国教会っていうのはプロテスタントなんだけれども、カトリックっぽかったっていう、この起こりが違うからね、他のプロテスタントと、っていうイギリス国教会の福音派でしたと。はい。で、後々ちょっとねウィリアム・モリスが教会の仕事とかもするので、デザインでとか、ね、デザインでそう、この辺の話はちょっと覚えておいてくれたらいいかなって思います。はい。でこの19世紀、ゴシックリバイバルっていう、大きな動きというか流行りがあります。これ文字通りゴシックに回帰しようぜっていう話、中世の時代に作られていたゴシックという建築様式っていうのをまた取り入れていこうよっていう話ですけれども、ラスキンもゴシック大好きでしたよね。ラスキンはそのゴシックはなんで素晴らしいかっていうのをもうすごく彼なりのロジックで説明したわけですけれども、社会全体としてもゴシックリバイバル、ゴシックまたやっていこうよっていう風潮はあった、全員がそう思ってたわけじゃないと思うんですけど、そういう風潮もあったよっていうのがあって、でこのイギリス国教会の建物とかっていうのももっとゴシックにしていこうよみたいな、っていう動きがあったらしいですと。でモリスはそういったゴシックの建築にすごく興味を持つんですよね。自分がね読んでる小説もさ中世のものだからさ、そういった時代のものが基本的に好きだったと思うんですけども、小さい頃にねそのカンタベリー大聖堂っていう写真一応載っけてるんですけどね、めちゃくちゃ立派な、大聖堂っていうぐらいですからね、めちゃくちゃ立派な建物があるんですけれども、そこにお父さんに連れられていくんですよ。もうめちゃくちゃ感動したらしくて、この時からゴシックだったりとか、あとはその宗教に紐づく芸術ですよね、みたいなものに興味を示す。いいですね。そんな子供時代ですね。なんかね天国への扉が僕の前で開かれたかと思ったって回想してるぐらい、感動したらしいです。教会ってでもちょっとそういうイメージはあるね。ちょっとさ入っただけでさホーリーななんかこううわみたいな神を感じるじゃないですか。オルガンの音が鳴ってきたりとかね。そうわかる。光が差し込んでね、ステンドガラスでっていうそんな幼少期でしたね。はい。はい。ってわけでもう本当現代から考えても羨ましいような家庭に育っていたウィリアム・モリスさんなんですけれども、お父さんが急に死ぬんですよ。1844年に。何歳ぐらい？お父さんまだね50歳とかだったんだけど、若くして死んじゃう。ウィリアム・モリスはごめんなさいね、ちょっとお父さんもウィリアム・モリスだからちょっとそうだねややこしいなって思って、ごめんなさい笑っちゃったんだけどウィリアム・モリス13歳ですよその時。すごいねそれは。47年だから13歳になる年にお父さんが亡くなっちゃいます。で13歳の若さでこの時男の子その年長者、長兄がウィリアム・モリスだったんですよ。だからもう家長になっちゃうんですよね。そうでこれなんか相続が当時またいろいろ法律がねもちろん違うから20歳になるまでは、完全な相続っていうのはできなかったらしい。20歳になってから相続っていうそうだよねらしいんですけど、お父さんのねこの稼ぎがやばかったんですよ。財産がめちゃめちゃあったんだね。そう所有株がまずありますよね。で鉱山の権利もありますよね。いろいろ合わせてのことだと思うんですけど、年900ポンドの収入があったらしいんですよこの時点で。やばいね。そうで900ポンドって前回ちょっと話した、労働者階級の人たちは100ポンドじゃないですか、家族合わせて。上流の家だとそれが1000ポンド以上になりますみたいな話をしたと思うんですけど、一人でだからお父さんだけで900ポンドあるってことなの？そう強いねそれは。だし別にこれ多分さあれじゃん、株の配当とかじゃないですか。そっか。そう年900ポンドの収入があるってことだから、これちょっとねあんまり調べても出てこなかったからどういうことなんだろうっていうのは想像でしかないんですけど、鉱山と株なのかなって。鉱山ってなんかもう全部権利あげますとか。多分株主だから鉱山のその権利があるみたいなことだと思うんです。だから収益の何パーが降りてくる。でもあれだよね、株のなんか会社をやってたんでしょ？そうそれもやってる。あれだから鉱山のための株の会社ではなくて別でまた持ってるんだよね。多分別なんじゃないですか。じゃあめっちゃ資産家なんですよ。そうですよね。株の配当もあるだろうし、多分現代よりも多分多いですよね当時の株の配当金って、おそらくね。
なんかねこの900ポンドなんかね厳密に円に直すといくらみたいなちょっとねなんとも難しいんですけどね、今よりだから1500万とか年収2000万ぐらい不労所得であったみたいな感じだと思うんですよね多分感覚として。もっとあんじゃない？だって当時もっとなのかな。のだってさ、昔のさ10円ってめちゃめちゃ価値あったじゃん。そう今はそうでもないと思うんだけど、まあでもその労働者階級がだいたい100ポンドって比べた時に、なるほどね、じゃあそれの10倍みたいなっていうとまあ大体多分何もしなくても1000万から2000万ぐらいがこう入ってくるみたいな感じだったんじゃねっていう、まあ想像ですよね。だって家もさめっちゃ立派な土地持ってるから、もうそんなん全部売ったらとんでもない金額になりますよね。いやそうなりたいわね、なりたいんですけどね。NISA でそうなるしかないまあだからお父さん亡くなったのはもちろんねショックだろうし大変だと思うんですけれども、なんかねこうお金関係でやっぱね苦労してないんですよね、モリスって。だからまあ、みたいなのもちょっと今後ねどう彼の人生響いていくのかみたいな、感じなんですけれども、学校もですね、モールバラカレッジっていう、めちゃくちゃエリートの寄宿学校なんですよこれ。これってそのエリートって頭がいいっていうよりはそのお金払ったら入れるみたいなことなの？そうですね、その貴族系の、で、まあ、ただこのモールバラカレッジってウィリアム・モリスの時代ぐらいにできただからまだ新しい学校だったんですけど、今もイギリスに残ってて、それはもう政治家とか、皇族王族関係の人たちですよね、イギリスの、とかもうすごい芸能人とか分かんないけどあるじゃないですか、そういうエリートの人たちが。学習院だっけ？日本だとなのかなとかもそうだし、防衛大とかもそうだしね。ちょっと僕あんま学校詳しくなくてごめんなさいそうなんかそういう、今となってはエリート寄宿学校なんですけど、まあ、そういう学校に入りますので、これもお父さんがなんかね死ぬ前に、そこの入学権利をなんかちゃんと用意してくれてたらしくて、すごいそう入るんですよね。でまあいろいろ先生からも評価を受けていて、まあ親切心優しいんだけどもこう癇癪持ちだったらしい、突然こう感情がカッとなっちゃう、みたいな子供だったらしくて、まあ、あと編み物がすごく好きだった、まあ、編み物に限らず小さい頃からその手を動かすのがとても好きだった、なんかちょっとそういう友達とかいるじゃないですか、そういう人学校行ってたら癇癪持ちでちょっと感情すごい突発的にカッとなっちゃうんだけど、ある一つのことにめちゃくちゃ集中してるみたいな、過集中みたいな天才肌みたいな、そういるじゃないですか、そういう昔の同級生を僕は想像しながら、そう調べてたんですけど、まあ、そういう子供だったらしいです、で学校の近隣にこう遺跡がいろいろあったりしたらしくて、まあ、それを探索するのが好きだったりとか、幼少期からすごく建築に対するこう興味を持ってたみたいですね、で、まあ、読書も、ね、小説に限らず考古学とか教会建築関係の本もよく読んでいたらしく、なんか本当にね自然もそうだけど、まあ、文学芸術、まあ、そのあたりの分野をすごく愛していた子供だったっていう感じです、で彼が、まあ、寄宿学校なんで寮にこう泊まる感じですよね、そういった全寮制の学校ってある種こう小さな村みたいな感じになるじゃないですか、そこで社会が生まれるじゃないですか。もう学校でも一緒だし私生活も一緒だし一緒だしみたいな、で、まあ、このモールバラカレッジ今となってはエリート寄宿学校なんですけれども、まあ、当時まだできたばっかでいろいろあったらしくってですね、でその校長が割とこうずさんな管理をしてたらしいんですよ、でなんか暴動起きるんですよ。学生運動みたいなことみたいな多分ね、生徒の側が学校に対して暴動を起こすっていう、ちょっとどういうことなんだって感じなんですけど、すごいね、それが起こっちゃって、モリス途中でもう実家に帰るんですよ。だからでそこからは個人の先生をつけてね、で大学入試の準備するっていう、まあ、ちょっとねドタバタしてるんですけれども、なんかそういった高校時代、まあ、高校という概念じゃないと思うんですけどね当時、でその実家で教えてくれた先生っていうのが、FB ガイっていう、FBI じゃない FB ガイですね、人の名前、そう、ガイさんです、で彼はその英国国教会の聖職者なんですね、宗教関連の人ですよね、彼にマンツーマンで個人指導を受けて大学を目指します、でこのガイさんは割と偉い人だったらしくて、セントオールバンズ大聖堂っていうのがあるんですけど、そこの参事に後になったりとか、まあ、それがちょっとどれぐらいすごいことなのかっていうのは何とも言えないんですけれども、
でその聖職者であると同時に絵画だったり建築だったりにも詳しかったんですよね。もうだからモリスの好きな分野ドストライクみたいな人で彼にいろいろ教わったみたいです、というのも多分影響して、モリスは聖職者を目指すんですよね。そうなんですね、志すんですよ、でラスキンがめちゃくちゃ宗教にハマってたというか大切にしてたっていう話はしたと思うんですけど、モリスはどうやらもうちょっと懐疑的だったらしいです。あんまこうキリスト教にのめり込むっていうよりかは宗教に伴うそういう芸術、こう教会の中のこの装飾めっちゃいいよねとか、このなんか聖なる感じめっちゃ好きとか、そもそも建物もめちゃくちゃいいよねみたいな、なんかそっちにどうやら興味が引っ張られていったらしくて、むしろなんかこう宗教が持つこう権威だったりとかね、権威のいざこざあるじゃないですか、だったりとか儀式何のためにこれやってるんだろうみたいな、ただこれはもう大事なんでやりますみたいな、そういうこう形式を大事にするじゃないですか宗教って、もちろんなんかそういったものに対してちょっとこう微妙な反応を示したらしいんですよね。でこれもやっぱ英国国教会っていうのがそのカトリックに教義だったり仕組みとしては近いよねって話をしたと思うんですけれども、多分それが割とこのウィリアム・モリスの時代からすると古臭く見えたんだろうなっていうのはなんとなく僕は想像するんですけれどもね、だからそういう宗教独特のこうしがらみみたいなものにはうんざりするんだけども、ただ宗教の持つ芸術性だったりとかにはめちゃくちゃときめいてるみたいな、この相反する2つの感情を持って、そのガイさんっていう人がねすごいいいロールモデルにもなっただろうから彼は聖職者を目指すと、でオックスフォード大学に受験して受かります、でこれがラスキンと同じ大学ですね、そんな感じなんですけれども、どうですかね、ラスキンと比較してもまた面白いなって思うんですけど。そうだね、なんかでもいい意味でね表層とか見栄えとか、感性でいいっていうもの、今そういうのに興味があるんだろうなっていうのはあるよね、あとはでもなんかこの時の時代を想像してみるとやっぱりこう美しいものってさ、今と比べてもう少ないというかさ、スマホもないしさパソコンもないしさ、そうだねってなった時にやっぱり今でも想像しやすいのはやっぱ教会ってやっぱさ外も中もこう綺麗で美しかったりするだろうし、建築もそうだしね、やっぱそういうところなんかいいものなんだろうっていうのにすごい興味がある子だったのかな、目が肥えてますよね。そうだよね、ちっちゃい時からねやったし、逆になんかラスキンの方は見た目ってよりはこうなんでこれはどうなってこうなっているのかみたいなとか、見て思考してどうなってるかっていうなんか考える方みたいな、そういう印象ですね。確かにね、なんか好きなものは一緒だけど、進んだ道が違うというか。だからモリスはアートディレクターみたいな感じだけど、ラスキンはなんかプランナーとかさ、そういう感じのイメージ、確かになんか全然分野はなんか違いそうですよね、だから一緒に組んだらすごいいいもの作れそうっていう感じ、確かにそれは間違いないと思います、そうだから次はですね、その大学入って以降のお話をできればなと、思っております。じゃあ今回はこの辺で、ありがとうございました。ありがとうございます。